はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということでね、今回の台所革命の方なんですけども、今回のテーマはサラダですね。で、通常のね、サラダをこう作っていく中で、こういったところを注意して、ますよっていうところをこうお教えしていきながら、こう氷水で締める方法と、あと50度洗いで、こうやる方法、この2つのやり方をお見せいたします。で、プロの現場では一体どういうふうにやっているんですかとか、そういったところの結構ね、詰めたお話なんかもね、できたらなと思っておりますので、最後まで見ていってください。それじゃあ早速ね、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、どうはい、じゃあ使っていく材料の紹介です。こちらね、ベビーリーフになりますね。で、こちらですね、まずトマト、そしてトレビスですね。で、アーリーレッド、赤玉ねぎになりますね。で、こちらがグリーンのフリルレタスになりますね。で、こういった形で、このね、切り口のところが綺麗なものを選んであげてください。で、こちらがレッドフリルレタスになりますね。で、こちらがサニーレタスとかですね、グリーンカールなんかの詰め合わせですね。こちらを使っていきます。ではね、まずフリルレタスを洗っていきます。まず葉をね、一枚一枚ちぎっていきます。で、溜めた水のところに入れて、こう何度かね、こうやって洗ってあげてください。で、水を切りまして、また次のものですね。まず水を溜めてからそこに落としていって、で、よくね、水で洗ってあげてください。これ結構大事なところですね。で、サニーレタスやグリーンカールもね、同じように洗っていきます。こんな感じですね。まずはしっかり水洗いをしてあげてください。で、ベビーリーフも同じようにね、溜めた水のところにまず一旦入れて、よくすすいであげてください。で、ざるにあげてこういう風な形で水を切ってあげておいてください。で、フリルレタス、サニーレタスなんかでもそうなんですけども、まずね、こんな感じで、根元の軸以外のね、葉の柔らかいところをまず使っていく形ですので、こうやって分けていきます。一口大にまず切っていきますね。で、こんな感じに分けました。はい。で、こっちの方なんですけども、よく我々はまかないなんかで使って、こうやってね、もともとあるちぎったものをこう加えて、まかないで使ったりとかっていうことをしてますね。では、トレビスになりますね。まず、芯のところに切れ込みを入れて抜いていきます。ここね、非常に危ないですので、集中してね、気をつけてやってあげてください。で、こんな感じでポコンと取れますんでね。これで芯の方は取れてます。で、そうしましたら、これを水で当てていきます。水を当てていきながら、この葉をね、1枚ずつ剥がしていきます。すぐに、こうね、つるっとこう取れますので、こう洗い流すような感じでね、こう取りながら洗ってあげるみたいなイメージですよね。こんな感じで OK です。で、これらもですね、ちぎっていきます。一口大のところで、芯の白いところはできるだけ外してあげてください。結構苦いですのでね。はい、こちらがね、過食部分になりますね。で、こちらは、苦い部分になりますので、私なんかはまかないでちょっと入れたりします。で、こんな感じで、まず合わせて2つにいたしました。では、まず50度洗いの方から、まず沸騰したお湯を用意します。これ2リッター用意してます。今沸騰しましたので、別の大きなボウルに入れてあげて、で、2リッターのね、今お湯を入れたところに常温のお水をまず同量まず2リッター入れてあげます。それでもまだ50度いってないんですね。一回ちょっと温度計で見てみますね。
この時点でまだ55度、5、6度、7度とかですよね。この時点で入れてしまうと、こう煮浸しみたいになってしまいますので、差し水少し入れます。で、今これで 700g ほど入れましたら、だいたい50度いきましたね。で、そこに一気にね、入れちゃいます。ここは手早くやってあげてください。可能であれば一発で入れられるといいですね。で、まずね、全体的に浸してあげて、20秒。入れてから20秒を必ず守ってください。で、そうしましたらざるに、すぐ上げちゃいます。で、別に用意しておいた冷水ですね。冷水に今から冷まします。こんな感じですね。すぐ冷水で冷やしてあげてください。で、ここで熱をしっかりね、取ってあげます。で、そうしましたら、このね、水を切ってあげて、こんな感じですね。で、これを今からサラダスピナーで水を切っていきます。こちらね、オクシーのサラダスピナーで、私はもうこれ一択ですね。現場でもこれ使ってます。はい。でこうやってね、止めるためのボタンもあって、結構便利な、サラダスピナーですね。しっかりね、水分飛ばすことができます。で、今から保管する、バットの方に、乾いたキッチンペーパーを敷いて、そこにまずサラダを入れていきます。で、最後に、濡れたですね、キッチンペーパーを固く絞って、それを上にかぶせて、で、ラップしてしまいます。こんな感じですね。で、ラップして冷蔵庫にしまいます。では次、氷水での締め方ですよね。ちぎったものに、今からね、しっかり冷えた氷水の中に当てていきます。で、この時に氷が入った状態では絶対に入れないでください。必ず氷を取った状態で入れていきます。で、温度の方もだいたい0度になってますよね。ここまでキンキンに冷えてると最高ですね。で、必ず氷を取ってあげてください。で、氷を入れたまま、葉っぱを入れてしまうと葉がですね、氷に当たって弱っちゃうんですよね。ですので必ず氷は取ってあげてください。で、私なんかはもうこのままね、一旦冷蔵庫に入れてキンキンに冷やしちゃったりとかしてますね。で、こんな感じでだいたい30分冷やしたものになります。で、サラダスピナーがないよっていう時なんですけども、こういった形でビニール袋に、ペーパーかましてあげて、ちょっとね、空気を含ませてあげて、で、こうやってね、振ってあげると、ペーパーの方が水分を吸ってくれて、水分をね、切ることができます。こんな感じですね。で、こちらね、同じく水気を切ったもので、まずこちらね、氷水で締めたサラダの方になります。はい、次こちらね、50度洗いのサラダでございます。でこちらがね50度洗いで、こちらが冷水で氷水で締めたものですね。ちょっと味見してみます。トルビスですね。トルビスが多分一番分かりやすいんじゃないかな。
ではこちらのね、氷水の方行ってみます。まず普通に葉っぱのところだけね、フリルレタスのところだけまず行ってみます。で、トルベリス行ってみます。はっきり出てますね。仕上がり的には、こちらのね、温水も、50度洗いも、氷水で締めた方もパリパリにはなりますけども、特にねこのトルビスなんていうのは苦い、葉っぱの代表例なんですけども、50度洗いの方は苦みはねかなり取れてます。で全体的にこちらも例えばフリルレタスなんかも苦みがかなり抑えられてますし、全体的にね食べやすくはなってると思います。で逆にこっちの方は、ダイレクトにねもうこのトルビスの苦みだとかこちらのね、味風合いっていうのが強く出ます。ですのでその苦みがあるからダメっていうわけじゃなくて、こちらの方がこうサラダとしての風合いは確かに強く感じます。ただこちらの方の50度洗いの方は非常にね苦みが抑えられて食べやすいっていうところですね。でかつ、どちらもパリパリしてますよっていうところで、どちらを選びますかっていうところはまたね、後ほど詳しくお話をしたいなと思います。ではねこちらを使って、サラダのドレッセいってみます。はい、まずボウルにねこれから盛り付けるサラダ入れまして、そこに、オリーブオイルですね、軽くですね、振りまして、で、和えていきます。これはですね和えることで、サラダのですね、ドレッシングの海苔を良くするっていうのと、あと最後のですね、一かけらまでシャキシャキで入れるっていうところですね、ドレッシングの浅漬け状態にならないっていうところで油を必ずねやってます。でその時にですね、くるみオイルなんて使ってもね面白いかなと思っております。でこんな感じでね彩りよく盛っていただいて、こんな感じのサラダでいかがでございますでしょうか。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。サラダの方の実演部分でございました。まずはね、基本的なサラダのね扱い方、葉物野菜の扱い方ですよね。でそこに、50度洗いの方法と氷水での締め方をご紹介させていただきました。はい。でここからはちょっとね専門的なお話になりますので、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい。ということで、まず一番最初にお伝えしたいことは、まず葉物野菜ですよね。レタスにしてもサニーレタスにしてもこのねグリーンカールにしてもですね、まずですね必ずよく洗ってください。水をね何度か取り替えてあげて、洗ってあげることが非常に大事です。でなぜかということなんですけども、結構ですねスーパーで買われる方のサニーレタスとかのイメージってやっぱり水耕栽培で作ってるんじゃないかっていうイメージがあると思うんですけども、全然そんなことはなくて、結構ですね、露地栽培で、作られていることがほとんどです。日本のですね、90% が露地栽培で、このレタス類は作っております。一大生産地は長野県と茨城県だったりするんですけども、こちらはね、すべて露地栽培で作ってで、スーパーの方に並ばれてるっていうところもありますので、当然、土がね入ってる、おりますので、ここはねよーく洗ってあげるのが絶対のルールになりますので、ここだけは気をつけていただけたらなと思います。はい。で葉っぱをですねちぎるところですよね。であそこで私は上の部分、葉の柔らかいところと葉脈の太い部分でちぎり分けていたと思うんですけども、あれなぜかっていうところなんですが、太いところ、葉脈の太いところはやっぱりですね時間が経ってくると活変してくるんですよね。で、それもあるので、この葉脈のところは我々の料理人の方がまかないで取って、で、そちらのね葉の柔らかいところをお客様の方にお出ししてるっていうところはありますね。はい。で、これをじゃあご家庭でやるときどうするのかっていう話になってくると思うんですよね。で、ご家庭のときは1
1日で食べきれるっていうんであれば、まあ全然 OK なんですけども、2日に分けて食べるとかっていう場合であれば、まあ1日目の方をこの葉脈の太い方でこう食べていただいて、で、次の日にこの柔らかい方を食べていただくみたいな形でいけば、合併する前の状態でこう食べられますから、まあそういった形でこう食べていただければよろしいかなと思っております。はい。はい、こちらね、50度洗いと氷水で締めるやり方についての、まあ、ご説明になります。で、まあ、結果的にどちらもね、パリパリにはなります。で、この現象のことを正式名でヒートショックプロテインっていう現象になります。で、なんぞやってことですよね。で、まあ、葉物野菜なんかを、こう、温度差のある50度だったり、0度だったり、ポーンとこう入れてあげることで、細胞膜が自分を守らなきゃいけないわけですよね。そうすると細胞液をこう出していって、自分をガードしていくように、細胞液をこう排出していくんですよね。で、その時に、まあ、葉がね、こうパリパリっとなるっていうところで、この現象のことをヒートショックプロテインっていう言い方をします。はい。で、じゃあこの2つ何が違うのかっていうところで、まあ、実感としてこう食味でね、食べていただいたときに、トレビスなんか非常にね、苦味のある葉っぱですので、食べていただければまあすぐわかるんですけども、50度の方は苦味がもうほぼね、ないような状態になっております。で、逆に、この冷水で締めた方っていうのはもうね、苦味も当然ありますし、サラダ感のあるね、こう風合いはしっかりあるっていうのがこの氷水の特徴だったりします。はい。で、2つ目の方がまず現場で使われない理由っていうのが温度管理が難しいっていうところなんですよね。で、これがですね、まあ3つ目の理由にちょっとつながってくるんですけども、まずこの温度管理で50度で、まあできればね、一発でバーンと入れてあげて20秒経ったらできればすぐね、こうパッと引き上げてあげてすぐ冷水で締めなきゃいけないっていう結構慌ててやらなきゃいけないところはあるんですが、現場ですと、すごい量の、まあ、刃物をちぎってそこからやらなきゃいけないってなった時に量があるところに50度を放り込んでこう取り出した時に一気に引き上げられればいいんですけども、例えば、ちょっとずつしか取れないみたいな状況になってしまった時に、当然最初のものはまあいい状態でなってるかもしれないんですけども、最後の方に取ったものが煮浸し状態になってしまうとかっていうこともなってしまうので、こういった温度管理のところでちょっとやりづらいよねっていうところがまず2つ目の理由だったりします。で、3つ目が、まあ、この温度管理のところでもちょっとつながってくるんですけども、この温度管理でこう刃物をパーンって入れて、当然温度が多少下がるんですけども、その温度帯が、まあ、要はこの雑菌類ですよね。雑菌類が繁殖しやすい温度帯になってしまう可能性があるっていうところなんですよ。で、それもあるので、できる限り、このね、まあ、50度洗いに持ってかないで、冷水の方が、まあ、現場では主流になっているっていうところですよね。で、それってでもじゃあ世界的にはどうなんですかっていうお話なんですけども、世界のまあ厨房、まあいろんな国の厨房でもサラダに関しては、冷水一択です。はい。これはもう間違いなく冷水一択で、まずですね、まあ当然いろんなまあ現場こう見させていただいたところで、サラダの方はですね、基本的に冷水でやっておりますので、これはね、一つの手法として、その50度洗いにするとトルビスのような苦いものは苦みが和らぐことができるっていう手法を知っておくっていうところで今回はお見せいたしました。はい。はい、以上がね、まあ、サラダについてのお話でございました。で、まあ、今回のね、お話はあくまで、こう、50度洗いと、こう、氷水で、こう、締めるやり方で、こう、サラダ、葉物野菜に限って、フォーカスした話にしております。で、それで結果的に氷水の方がいいですよっていうところで、結果は出してはいるんですけども、じゃあ、50度洗いって、全然ダメなのっていうことはありません。例えばですね、まあ、しなびたお野菜ですね。例えば、しなびてしまったその小松菜だとかほうれん草だとかそういった葉物をこう戻してあげるっていう時に50度でやるっていうのはかなりいい方法ですよね。復活させるっていう意味ですよね。で、あとですね、まあフルーツ類で、意外だなと思ったのはやっぱりこのいちごですよね。いちごをまあだいたい50度で2分ぐらいですよね。2分ぐらいまあちょっとこう入れてからまあすぐ冷水に冷やしてあげると、まあ熱刺激でね甘みがすごい増したりとか香りがすごい立ったりっていうところで、これ実際にやっていただけるとかなり変わります。はい。
で、あと面白いところでは、冷凍しじみですよね。冷凍しじみを一回、50度で、だいたい1分ぐらい、ですね、50度洗いしてあげると、中からですね、これ、オルチニンという、すごい肝臓にいい、成分なんですけども、オルチニンのですね、出てくる量が、かなり量が増すっていうところで研究結果も出てるので、50度洗い、実はすごい優秀だったりはするんですけども、なかなかね、やっぱちょっと一手間かかりますよっていうところで、まだまだね、研究段階ではある、手法ではあるので、ぜひですね、こちら、もし、思い立ったら、実回ね、やっていただけたらなと思っております。はい。最後までご視聴ありがとうございました。YouTube 公式の登竜門であるハイプ機能が実装されました。スマホ限定の機能ではあるんですけども、公開から7日間応援していただくことで、世界にね、動画を広めることができる特別なボタンです。で、このチャンネルは期待の新人クリエイターの上位ランクに挑戦いたします。スマホ画面の流れ星マーク、ハイプボタンからですね、皆様の応援を届けていただけたら大変嬉しいです。皆様と一緒にもっとね、大きなステージで料理ができる日を楽しみにしております。ハイプボタンはどなたでもスマホ画面から3回まで、週に3回まで応援することができますので、チャンネル登録、高評価、そしてハイプでのご支援、どうかよろしくお願いいたします。皆さんね、サラダ、召し上がるときに、どんなドレッシング使いますかね。私も、作るんだろうなっていう、イメージあるんですけど、作るときは作るんですけども、結構ね、製品物を買ってくることあるんですけども、私好きなのはやっぱりイタリアンドレッシングがすごい好きで、やっぱり買うときはそこを手伸ばしちゃいますよね。皆さんなんか好きなドレッシングとかありますか？ぜひぜひね、そちらもコメント欄の方に、書いていただけたら嬉しいです。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。